今日参加したのは右手の動きが非常に悪くて、気づいたのが15年ぐらい前でしょうかね。はい、ピアノを習ってたんですけれども、なんかこう動きが悪いから始まって練習不足かなと思ってすごいたくさん練習してたんですけど、練習すればするほど弾けなくなってきて、でも単音ですらポーンと弾くのですら辛いくらいの指の動きが悪くなって、なんかいろんなところに通ったんですけど、整体通ったりとか整形外科で全部調べてもらったりとかで、異常がないと言われたんですね。でそのまま、原因がわからないまましばらく経ってまたインターネットで原因調べたんですけど、私と同じような症状の人がいて、フォーカルジストニアだっていうことが分かって、どうも脳の神経の異常、脳の神経の問題というんですか。はい、脳のなんか地図が書き換わってしまって、それで誤作動を起こすみたいなことが書いてあったんですけど、両方は全然確立されてなくて、なんかリハビリが有効っていう話も聞いたんですけど、はい、どんなことをしました？全くやってないですね。はい、でいろんなところ行ったっていうふうにさっきおっしゃってて、はい、もう諦めてました。もう治らないんだからもうしょうがないと。例えばどういうところに行きました？整形外科と針と、あと整体と。整体ではどういうことするんですか？整体はなんか首がずれてるとか言われて調整してもらったりとか。針は何ですかね、なんか全体のバランスが崩れてるからそうなってるとかで。みんな好きなの言いますよね。整形の方は決まったパターンですよね。はい。どちらにしろ直す気がないですよね。ということの結果としてほとんど変化はないと。変化ないですね。でもピアノ弾くのやめてしまったので、前ほどはそんなに違和感はない。でもやっぱりちょっと動きづらいというか。それはピアノするときに出てくる症状で、はい、ピアノしなければ普通の生活は支障がないと。普通の生活は支障がないんですけど、電卓叩いたりとか、あと手袋がこうスッと入んなかったりとか、分かりやすいのが手の動きで見ると一番分かると思うんですけど、左はちゃんとこういうふうに動くんですけど、右はなんかここでもう止まってしまって、中指がこう伸び切ったような状態で。指はどの指とどの指ですか？指はどの指が動かないですか？人差し指。人差し指ですか？はい。今もう一回やってくれます？はい。ここで止まっちゃいますね。ちょっと。そこで人差し指で止まってるわけですか？はい。こんななっちゃって、なんかこう、はい。で、指を曲げたままピアノを弾いたりとかして。で、手を上げて、ちょっと待って、しっかり、手の問題をやる前に、その前の大きな問題を先に解決しようというので今やってるわけね。はい、手を上げて、しっかり止めて、で、今日は椅子硬いでしょ。こういう硬い椅子苦手でしょ。長い時間座ってるの。そうでもない。意識したことない。そうですか。硬いですか、今日椅子。あと硬いですよね。そういう硬い椅子に座ることあります？あります。あります。そういう時に割とこうおとなしくそういう感じで長い時間座ってられます？つい動いたり足を組んだりします？足はよく組みます。組みますよね。2人共通してるんですよ。そういう問題があります。これは生まれた時からずっとあるんですよ。で、それは、右側、左側にあるんですけども、今触ってるのは座骨という骨です。実は今お尻感じると思いますけど、その骨が右に傾けると、その骨の上に体重が乗るわけですよ。今その感じですよ。でずっとでこうまっすぐして、で今度ですよ。今度はこっちに倒します。倒した時は今さっきと同じようにその骨の上に体重が乗っかっているけども、その違いです。右側と左側分かります？それがあると自律神経のトラブルを起こすんですよ。それと、今の手の問題は関係なくはないし、これは、今さっき言ったように生まれた時にこの地球上に生まれた時にその人にできるプログラム、生きてる時に人とは違う自分用のシステムというのが出来上がるんですけども、これが生きていく中でトラブルを起こす時あるんですよ。というそういうものを私はプログラム障害と言ってます。これはもういっぱいあります。もういろんなところであります。病気の半分は多分これじゃないかというふうに考えると、これは病気はこれは医学的な問題じゃなくて、その人が地球上に生まれた時にその人用のものができるシステムですから、
医学の問題じゃないんです。それは、プログラム分解ですから、右側の、座骨の問題、右後頭骨は I の、5P です。で、左はそれは後頭骨の S の 5P です。ここを下で後ろにちょっと足加えて、はい、反対向きです。はい、起きます。じゃあ体左こっち倒して、その時の座骨の感じね、はい、こっち倒して。分かった？倒してみて分かるでしょ、はい、引っかかってたのが今ないでしょ、はい、でこれ、それ以外にあと沈む問題があるんですけども、歩いてください。一人ずつ歩いて、普通に歩いてね、その普通の難しいもんね普通にそんなふうにあいつさんが幽霊が歩いてるのかどうしたんだろうっていうふうに、でもいつもそういう感じ。ああ、それはじゃあこれつけて、で同じ普通に歩いて。もうちょっと早く歩いて、この感じとこれを取った時の感じ。はい。あ、なんか重いですね。わかります？はい、体がちょっと重く感じます。わかった。はい。どういう感じ？つけてないと重い感じ。重いでしょ？沈みというんです。それは何かというと、それは樹木です。木なんです。木です。木を燻製したんです。それはシルクの布ですけども、樹木、つまりあなたが今体に何らかの影響を受けてる、それを解消する樹木があるんですよ。石もそうです、水もそうです。それは人は地球に生まれたわけですよ。で、地球に生まれるということは、地球の組成で人の体ってできてるわけですよ。で、そういう人間がいろいろトラブルを起こすのを、何をするのも、その元の元素が何らかの形で不足する過重です。多くなったり不足したりすることで起こる現象なんですよ。で、どんな病気でもほとんどがそうです。という中で、いろんな病気症状を持った時にそれを正常にしてくれるものってあるんですよ。それは水と木と鉱物です。手がもう一回ちょっとチェック。最初の頃よりは違ってきました？何割ぐらい？2割くらいは、2割ぐらいなくなった、はい、じゃあこれ取りましょう。それで上がりになんか、出るでしょ。沈みから起こるものが結構あるんです。これやると指がつまなくなりました。じゃあ間違いなくそれがありますよね。そういう沈むことで影響がやっぱりあるわけですよ。それが今の手のその症状に対して少し影響を与えてるんだなというのは確認できました。それでもう一つあるのは、どこが手ください。どうぞ。しっかりして。どこがおかしいかというと、今はこれよりは第二子ですよ。こっちの方が今おかしい。で、それが良くなるコツはこの小さいやつ、この骨が1234567割。それ以外にこの骨、これは小梁頸骨って言います。これは舟状骨って言います。これが123割。この2つです。で、これですね。これでこの方向、場所はここでこの方向に。最初に比べるとどれぐらいですか？どのぐらいあるわけ？何割ぐらい？何割だろう。半分ぐらい。それは重力バランス軸。
立位の右 EX5P 立位ですね。触るところはここから降りていってここ内くるぶしの下とここです。硬いところ両方で、それで手だけで右手だけでグッと持ってきて右後ろこの後ろグッと持ってきて、そしてグーッと持ってきて体ごとグッと持ってきて OK。 はい、起きます。それでもう一回座って、あ、だいぶ違います。だいぶ違いますね。何割ぐらい？なんか8割ぐらい。8割ぐらい。8割ぐらい。中に入らなくはなりました。ちょっと止まった感じはあるんですけど、入るってどういうことですか？くるっとあー今まで内側に巻き込んでたんですけど、それが左は？こっちはぎこちないことはぎこちないですけどね。結構指の問題もありますよね。これ右腕の軸だ。右腕の軸は前腕遠位部で、頭骨の、IL の具合と尺骨は IL の40i は頭骨の方は足だって EX の 5A と 5P ね。ほぼ OK。91、2、3、4、5、6、7、8、9、99ですね。びっくりです。これ諦めてたんで、一日でこうなるんですよ。もっと早くできるわけ？早くするとちょっと巻き込みが起こっちゃいますけど、それはあと筋肉の疲労があるんですよ。これ自分で硬いですよね。この疲労を取ってほしいよね、はい、自分でマッサージして硬いです。かなり硬い力でこういうふうにして疲労を取るんですよ。どうでした？いや本当になんか全然違う。ボーカルジストニアって言われてる人いっぱいいるんですけど、やっぱり同じようなところが全部あるんですか？そういうふうに言われてる人の12345678911345678ほぼ 100%、 ほぼ 100% がこのパターン。このパターン同じ。どうでした今日は？びっくりしました。